あさこと花子のクエインドネシア始まります。今日は何を作るんですか？はい、今日は韓国発祥のお弁当ケーキを作りたいと思います。じゃあ始めましょはい、じゃあ今日はお弁当ケーキを作っていくんですが、生地はロールケーキを作る時みたいに鉄板で焼いて、それをこんな風に丸い形にくり抜いて使います。今日は時間とオーブンの関係でもう家で焼いてきました。後で生地の作り方はまた別の動画で説明をしますので、そちらを見てください。はい、この生地を、コップとかこういうセルクルでもいいんですけども、こうやって押し付けてくり抜いてもいいですし、ね、こっちの方が綺麗ですね。こちらはナイフでコップをね当てて、こうやって、これは鋭いですけど、コップはここが鋭くないので、こうやってナイフでね、こうやって切ってあげたんですよね。でこれはちょっとよく切れるナイフじゃないと、綺麗に切れないと思うので、できればこういうセルクルでくり抜いてあげた方が綺麗に切れると思います。あと、家でこういう風に自分で生地が作れない人は、市販でスポンジケーキとか、あともうすでにロールしてあるロールケーキが売ってありますので、それを輪切りにして使ってもいいです。はい、じゃあお弁当ケーキをデコレーションするクリームの紹介です。クリームはバタークリームを使います。バター 80g、 粉砂糖 50g、 コンデンスミルク 20g です。で、このクリームが出来上がったら、白っぽくなりますけど、いろいろ色をつけるためにカラーだったりデコレーションする、こういう可愛らしい材料がねあるといいと思います。はい、バターは常温に何時間か置いて柔らかくしてから、ホイッパーでこれぐらいクリーム状に、なるぐらいに泡立ててあげてください。このハンドミキサーでね混ぜていきたいと思います。はい、これぐらい緩くなったら今度練乳を入れていきます。じゃあ練乳とバターが混ざったら、今度は粉砂糖を入れていきたいと思います。バターに粉砂糖を入れた時にすぐ混ぜてしまうとわーって飛んでしまいますので、生地に馴染んでからハンドミキサーで混ぜていきたいと思います。バターのちょっと黄色みがなくなって白くふわっとしたら出来上がりです。でここからカラーを入れていきたいと思います。はい、じゃあ土台になるクリームは、今日はストロベリーパウダーを入れたいと思います。これを入れることによって優しい色のピンクになって、味は甘酸っぱいいちごの味のバタークリームになります。量はねお好みで。でこれは自然ないちごのパウダーの色ですけども、こういうアイシングカラーを使ってもいいです。これを使うとかなり色が発色するので、入れる時には気をつけてください。はい、じゃあ着色ができました。バタークリームに着色する前に、まず自分がお弁当ケーキにどんな絵を描きたいかをイメージしてから、
着色をしてください。はい、じゃあ塗っていきたいと思います。中にフルーツとか入れたい人はフルーツとか入れてもらって、で周りのクリームを塗ってあげたら、自分が描きたいデコレーションをしていきたいと思います、ね、今日いろいろこういうのを持ってきてるので、好きなように描いていきたいと思います。はい、お弁当ケーキの完成です。できましたよ。可愛いですね。ね、結構大変でしたね。これね、朝子と浜子のクエインドネシアのねケーキで、あとそれぞれにデコレーションしたんだけどね。これね、お弁当ケーキっていうのはこうやってランチボックスになってるので。運べるこうやって お弁当としてじゃなくてこうちょっとお弁当の入れ物を使ったケーキっていうことですね。はい、日本はね中学生ぐらいまでは給食があったりしますけど、高校生になると子供が高校生になると、お弁当を作ったり、あとご主人のためだったりとか、もしくは小学校からお弁当とかね、いうところもありますね。はい、幼稚園とかもね、お弁当のところもありますね。お弁当の日があったりね。お弁当の日ですね。なので日本人にとっては、お弁当っていうスタイルは馴染みがあるものですけども、韓国発祥のこのお弁当ケーキは、お弁当のような入れ物に入ってる可愛らしいケーキっていうことでしたね。でこの形だとプレゼントでね、ちょっと持って行ってあげたりとかできるので。あとサイズ的にね、小さくて食べやすいので、こう大きいケーキを一人で買わなきゃいけないとか作るよりも、お手頃にできるっていうのでね、いいんですよね。はい、じゃあちょっと早速食べてみましょう。はい、いただきます。スラマンマカン。はい、どうですかね。どうでしょうね。私はちなみに周りをごまかすためにスプレーをたくさん振りました。昔日本ではバタークリームが多かったけど、今は生クリームのケーキが主流で、でもインドネシアはねやっぱり暑い国なので保存が効くバタークリームが多いそうですね。生クリームだとね持ち運びが冷蔵ってね寒くしてないと入れないけど、バタークリームだと結構今ねこうやって作った後置いててもね冷蔵庫に入れておかなくてもね。いただきます。いただきます。
じゃあ材料の紹介をしていきます。小麦粉 70g、 ベーキングパウダー小さじ1/2、だいたい 1.5 から 2g ですね。で砂糖 60g、 油 30g、 牛乳 40g、 卵3つ、これは L サイズです。で最初にこの薄力粉の中に、この薄力粉もすでにふるっていますけども、ベーキングパウダーも入れて一緒に混ぜといてあげましょう。もうこれ1回ふるってますけど、もう1回これで後でねふるいながら生地に入れていきます。はい、じゃあ次に作っていきます。卵をまずきれいなボウル、油とか水分のついてないきれいなボウルに割っていきたいと思います。でその時に最終的に卵白のボウルの方に生地を入れ込んでいくので、卵白を入れるボウルの方が大きい方がいいです。卵は冷蔵庫でよく冷やしているものを使ってください。シフォンケーキをするときは卵白の中に卵黄が入っていると卵白が泡立たないので、卵を割るときには慎重に卵白の中に卵黄が混じらないようにしてください。こんな感じで卵黄と卵白に分けます。今から卵白を泡立てていきますが、最初に砂糖を入れる前に少しほぐしてあげましょう。卵白がほぐされたら砂糖を入れます。これ大体で大丈夫です。でここで泡立てていきます。で泡立てる時には必ずこの羽が回転してますけど、同じ方向に混ぜていきましょう。はい、泡立ててこんな風に角がね立てば OK です。で最後ちょっと1分ぐらい弱い力できめを整えるために泡立てていきます。はい、こんな感じで、そしたらちょっと冷蔵庫とかで冷やしておきます。そしたら次に卵黄を混ぜていきます。さっきのハンドミキサーの羽のまま、まず1回この卵黄を崩してあげて、ちょっと白っぽくなるまで混ぜます。はい、今混ぜて卵黄が少し白くなった状態、白っぽくもったりした感じですね。卵白の方に入れるのは2/3で 40g、 卵黄の方に1/3 20g 入れてください。で残りの砂糖を加えたらまた混ぜていきます。はい、砂糖も入れてまた白くもったりしたら、ここに油を入れていきます。油 30g でまた混ぜていきます。次牛乳を入れていきたいと思います。でこれも少しずつね入れた方がいいんですけど、一気に入れてもこれは大丈夫です。はい、今牛乳ね水分を入れて混ぜてあげたところです。でその後に最後この薄力粉を入れていきたいと思います。薄力粉1回ふるっておきました。その後ベーキングパウダーを入れて混ぜました。でもできればもう1回ふるって入れるとふんわりした生地に仕上がります。はい、でこれも粉が飛び散るので、最初に軽くなじませておいてからハンドミキサーをかけた方が粉が飛び散らなくていいです。
はい、じゃあ卵白と卵黄を混ぜていきたいと思います。まず最初にこの卵白3分の1を卵黄の生地の方に取って、でアルファベットの J もしくはカタカナ、日本語のカタカナの「の」を書くように下からすくって生地をよく混ぜ合わせてあげます。そしたら2回目のまた生地も入れて混ぜていきます。でこのこういう塊があると焼けた時に空洞になるので、その塊は潰すように、でも泡のこのふっくら感は消さないように生地を混ぜていきましょう。混ぜすぎるとまた生地がぺったんこになってしまうので混ぜすぎ注意。そして3回目はこの残りのボウルの方に卵黄生地を入れていきたいと思います。そうすると卵黄もきれいにね混ぜ込んでいくことができます。しっかり混ぜて生地にツヤが出ていくようにしましょう。こうやって見た時に白い粒の塊がないかっていうのと、生地にツヤができてきたら OK です。最初ねモコモコしてたのはこういう風に垂れると思います。はい、じゃあ生地を入れていきたいと思います。ある程度高さがあるところから生地を落としていきます。で入れ終わったらちょっと今見た目にあると思うんですけど、この気泡を消すために20センチぐらい上から一遍落とします。今泡が消えたの分かりますか？もしくは、下からこうやってトン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 って叩くとちっちゃい気泡が出てくるんですけど、一回ちょっと大きく落としてあげた方が早いかなと思います。はい、じゃあこれで生地の完成です。焼けました。焼けたら一度高いところから落として空気を抜いてあげます。20センチぐらい上から1回落とします。こうすることによって生地が縮むのを抑えることができます。そしたら紙はつけたままこのトレイを取って冷ましていきたいと思います。こういう網の上に乗せて粗熱を取って、粗熱が取れたらビニールをかぶせて乾燥しないようにしておきましょう。朝子、昨日は、日本では節分でした。はい、このね動画が流れる頃はもう2月の終わりぐらいかもしれませんけども、昨日はね日本では節分と言って、豆まきをします。はい、鬼を退治します。鬼は外、福は内って言って豆をまきます。はい、昔はねこの大豆が藁でねなってたけど、今はお家事情でお掃除するのが大変とか、あと誤飲間違ってちっちゃい子が
喉に入れてしまうのも危ないので、こうやって袋にね入ってたり、あと豆まきもね、もう今豆にこだわらずチョコレートとか、まあ、ガムとか、子供が喜ぶお菓子を巻くところもあります。で大体ね、お父さん、お家の中でお父さんとか、あと学校とかだとまあ先生とかが鬼役になって、でみんなで豆をまきます。はい、鬼が逃げていくっていうね、ですね。まあ、日本では昔からある行事ですよね。そうですね。鬼がちょっと悪いものというイメージで、悪いものは外に行ってほしくて、まあ、ラッキーなことやハッピーなことは中に入ってきてっていうことでやる行事です。そうですね。はい。じゃあ、あとこんな風にね、鬼の形になってるいろいろなお菓子がこの時期はお店に行くと売っています。はい。まあ外国の方が日本の文化とか知るときに行事とかよく七夕はあるけどね、この節分の豆まきあんまり知らないと思うんですけど、ぜひ日本に来たら日本の人と一緒に豆まきをしてみてください。はい。じゃあね、また次回会いたいと思います。もうね、3月ですね。3月ですね。もうすぐね。はい。じゃあ、参拝順パラギ。参拝順パラギ。